はようございます。たかしです。本日は2月15日木曜日、ただいま11時25分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしですね。本日すでに下落してきておりますが、現在はこの過去の高値を徐々に切り上げている上昇トレンドが継続中。その中で、この黄色丸の高値 188.662 という白い水平線ですね。ここを上抜けてきたんですが、今一旦そこに押しをつけている、そういう形にも見えてきます。ただですね、GMMA の青帯との乖離が結構ありますので、一度この GMMA の青帯ぐらいまで下落してくる可能性があります。現在地で言うとだいたい187円付近ですね。そのあたりを目指してじりじりと下落するような、そんな動きになってくるかもしれないなと今は考えております。そしてストキャスティクスも高値圏からデッドクロス。前回とかその過去のデッドクロスを見ていると比較的大きめの下落をしているんですね。そう考えると今回も GMMA の青帯付近を目指して下落してくる可能性は十分にあると思いますので、現在地で反発してもう一度上昇できるのか、それともこの白い水平線を下抜けるのかによって、ここからの動きが大きく変わってきそうです。では4時間足です。4時間足を見るとちょうど GMMA の青帯に接触するところまで下がってきました。基本は今 GMMA の青帯は上向きですので上昇トレンド中、つまり現在地付近から反発上昇をしてもおかしくないところですね。そして先ほど冷やして見てましたこの白い水平線、過去の高値、その後何度もレジスタンスになっているラインですので、ここでサポートになって上昇できるかどうかっていうところを見ておきたいです。もし現在地を下抜けてくるとこの赤い水平線ぐらいまで下落してくる可能性がありますので、そこの下落の流れに乗っていくことも可能ですが、基本は上昇トレンド中ですので、下がったところは買われやすい、そんな試合ではありますので、下落方向にトレードする場合は慎重にしていくのがいいと思います。またストキャスティクス今安値圏にありますよね。そろそろゴールデンクロスしそうな雰囲気も感じますので、現在地付近で下げ止まってくるとそこからの次の上昇の流れがイメージできます。基本は4時間足は上昇トレンド中、その中で日足のストキャスティクスがデッドクロスしているので、もしかすると比較的大きめの下落になるかもしれないというところに現在はあります。ですので下がったところは買われやすいですし、上がったところは売られやすいっていうのが現在の相場で、方向感が定めにくいのが今ですね。ですので売るなら上がったところから、買うなら下がったところからっていうところを意識しておくといいと思います。では1時間足です。4時間足までは上昇トレンド、日足はストキャスティクスがデッドクロスしてきてましたので下落するかもというような雰囲気でしたが、4時間足は上昇トレンドで現在押しをつけてきたように見えるんですが、1時間足で見ていると1時間足トレンドラインを抜けてきているんですね。今回の上昇に合わせたこの赤いトレンドラインを本日下抜けてきております。ただ日足単位のレジサポラインにぶつかってきてますので、ここでサポートされるかどうかっていうところに注目です。昨日ブログに描いていた矢印をそのまま残しております。一旦強くは下落してきたんですが、ブログを書いていた時のイメージとしては、このトレンドライン付近にぶつかれば反発上昇しやすい。過去の動きもそうですよね。ですので一旦は反発してくるという意味で、ここちょっと薄くて見にくいんですが、ここに上向きの矢印があるんですね。ここからの反発上昇を、ただし GMMA の青帯を昨日強みに下抜けてきましたので、 GMMA の青帯がレジスタンスになって下落する可能性も考えておりました。結果的にここでダブルトップを作って本日下落してきたという、そういう形ですね。そして先ほど言ってました白い水平線、ここを下抜けると、まずはこのあたり188円を少し割るあたりまでは下落する可能性がある。逆に188円っていうのは切り板ですので、その辺からは反発の可能性、そして188円を明確に下抜けるとまた再び大きく下落する可能性がありますので、今はこのあたりの水平線を意識して見ておくといいかもしれません。一旦はこのトレンドラインを下抜けてきましたので下落しやすい試合にはありますが、下がったところでは4時間足の GMMA からの反発上昇が入りやすくなってますので、本日は難しいトレードになりそうですね。1時間足ではすでに下落トレンドを作っている、そして4時間足では上昇トレンドの反発ポイントにあるというところで、このレンジを抜けた方についていくのが分かりやすそうですね。この GMMA の青帯、そして白い水平線、この2つを抜けた方についていくのが分かりやすいと思います。ではドル円の日足です。こちらも本日朝から下落気味ですね。一
一度 CPI で大きく上昇はしたんですけれども、その後昨日は調整、本日も現在調整の動きをしております。こちらもポンド円と同じく、日足のストキャスティクスはデッドクロスしておりますので、日足の GMMA 付近まで下落していく可能性もありますが、ここのところの動きを見ていても、陽線のサイズがかなり大きいですよね。それに対して陰線が小さめになってますので、現在は調整の下落中ですので、下げ止まったところからもう一度上昇するだろうということが考えられます。では4時間足です。こちらも赤いトレンドラインに沿いながら上昇していますね。過去1回、2回、ここもそうですが3回反発しているんですね。本日今下落気味でトレンドラインに寄せてきましたので、ここから反発できるのかどうかっていうところに注目ですね。もしこのトレンドラインを下抜けてきた場合は、このオレンジの水平線付近まで下落する可能性を考えておきたいです。現在では 149.7 付近、そして149円付近ですね。そのあたりが下落してきた場合の意識されるポイントになってくると思います。ただ4時間足のストキャスティクスも下落してきておりますので、これが下げ切ればまた反発しやすくなりますので、GMMA の青帯も近づいてますし、ストキャスティクスも安値圏に入りかけてますので、本日は一旦次の反発を見ておくのがいいですね。朝から下落中ではありますが、もう少しするとトレンドラインにもぶつかってきますし、そうすると反発しやすくなってきますので、その辺を見ておくと分かりやすいかもしれないです。では1時間足です。こちらもブログに描いていた矢印を残しております。これはどんなイメージをしていたかと言いますと、昨日ですね、これ、一昨日の CPI で上昇後、昨日じりじりと下落してましたので、GMMA の青帯に接触した付近からの上昇をまずはイメージしてました。それがこの矢印ですね。結局、GMMA の青帯少し手前ぐらいから反発しております。ただし、上昇しても結局高値を超えられずに、再び下落してきて、本日はさらにそこで安値更新をしてきてますね。ただ、今先ほども言いました、このトレンドラインに近づいてきております。こっちの矢印がこのトレンドラインに接触からの反発をイメージしていたので、現在で言うとこんな感じですね。トレンドラインにぶつかってそこからの反発をイメージしております。で、ここを下抜けてくるとオレンジの水平線や赤い水平線が意識されてくると思いますので、その辺での反発を見ておくといいと思います。1時間足はすでにストキャスティクスが安値圏に入りかけてますよね。先ほど4時間足ではもう少し4時間足のストキャスティクスが安値圏に入るのにもう少し時間がかかりそうでしたが、1時間足はもうそろそろ安値圏に入ってきますので、そう考えると現在地付近から一度反発しやすい、過去何度も反発してますので、そろそろ反発上昇しやすいところには来ております。ただ昨日の動きから1時間足では小さく下落トレンドを作っているんですね。このジグザグという下落トレンドを作ってますので、トレンドラインからの反発上昇が弱いようですと、その下落トレンドが継続で再びトレンドラインを下抜けてきますので、その場合は先ほど言いました水平線付近からの反発を見ておくのが良さそうです。ドル円もポンド円も4時間足までは上昇トレンド中なんですが、1時間足は下落トレンドに入っておりますので、1時間足の下落トレンドが継続するのか、それとも4時間足の上昇トレンドに戻っていけるのかっていうところに本日は注目です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。